こんにちは。今日はシンク下の整理収納法をご紹介します。シンク下は奥まっているので取りにくいというのと、しまうのも面倒なのでついポイッとぶっこんでこんな状態になっています。こんなにたくさん入っていました。そしてその重みでシンク下の床は少したわんでいました。問題点を整理してみました。これを使いやすくしまいやすい収納に変えていきたいと思います。結構同じものがたくさん出てきました。どこに何がいくつあるか把握できていなかったので、以前買ったことを忘れてまた同じものを買っていました。物を全部取り出したシンク下はこのようになっていました。問題の原因は収納スペースが奥まっていることにあったので、収納スペースを手前に引き出してみようと思います。今回使ったのはこのスライドレール。スライドレールにはいろんな種類がありますが、今回はベアリングタイプというものを使用しました。板をホームセンターで購入して、横幅を50センチにカットしてもらいました。縦の長さはレールと同じ35センチです。スライドレールは2組入っています。このように金具がスライドするようになっています。今回は軽い力で引き出したかったので、矢印のところにあったネジとバネを取り外しました。裏返すとこのようになっています。この黒い部分を矢印の方向にぐっとずらしながら金具を引っ張ると取り外すことができます。取り外したレールが板に取り付けるレールになります。右側が本体となってシンクの下の床につくようになります。扉の長板がこのようになっているので、引き出す時に板が当たらないようにこれより内側にレールを取り付けます。レールが板よりはみ出さないように取り付けます。収納スペースをどのくらい手前に引き出すかによって設置場所が変わります。さっき外したレールを本体に戻してシンク下に置いてみて場所を確認してみます。扉の付き具合によってギリギリのところにつけると閉まらなくなるので、扉の閉まり具合を確かめながら設置場所を決めるといいと思います。ネジを取り付けるところが見えるようにレールをずらしてネジを取り付けます。シンク下は湿気があるので、板の劣化を防ぐためにニスを塗りました。ニスが乾いたら取っ手をこのように中心につけます。急遽100円ショップのネジに変更しました。次にこれを使います。シンク下の床がたわんでいて正確な長さが測れなかったので、原始的な方法を使ってみました。さっき取り外した板側につけるレールを本体に戻します。レールのネジを取り付ける4箇所の穴にスタンプのインクをポンポンつけます。板を上に置いて4箇所をギュッと押します。そうするとこのように印がつくので、レールを本体から外して板の印とレールの穴を合わせてレールを置いてネジを取り付けます。こんな風になりました。レールの溝を合わせて取り付けます。黒いレバーのところを少し倒しながらやるとやりやすいです。引き出す収納スペースができました。上の方にスペースがあったので、100均アイテムでもう少し収納スペースを作りました。
き出すことによって何がどこに入っているかよく見えます。また物も取りやすくて使いやすい収納スペースになりました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。